清少納言と紫式部。光る君へに学ぶ日本史。1000年前に出現したバリキャリの2人。清少納言と紫式部は文学史上に輝く作品枕草子と源氏物語を生み出した才女である。2人は今から1000年以上前に共に宮中で活躍したシングルマザーでもあったなど多くの共通点があった。つまり清少納言と紫式部は1000年前に突然出現したバリキャリ、バリバリ働くキャリアウーマンだったのである。時代を先取りした2人の生き方や作品から我々は多くのことを学べるはずだ。清少納言と紫式部の生涯をたどりながら学べる点を見ていこう。清少納言は平安時代中期の966年弘法3年頃に中級貴族清原の元助の娘として生まれた。父親の元助は69歳になってやっと周防の神、現在の山口県に任じられた官吏である。父の元助は百人一首にも歌を残す有名人だが、役人としてはうだつが上がらなかった。平安時代は現代以上に出世街道の道は厳しかったのである。元助の晩年に生まれた少女時代の清少納言は父と共に任地の周防に下っている。清少納言は父の影響を受けて小さい頃から漢文や歌の学習に励んだようである。そして清少納言の感性の鋭さはこの自然豊かな周防の時代に養われたと思われる。中流官吏の立花の則光と結婚して三女を設けた清少納言はやがて夫とは別れ宮仕えの身分となる。漢文などの学習を続けた清少納言はその学識を認められて中宮廷士の教育係に採用される。紫式部も宮仕えをした当初引きこもりになったが、清少納言も同じ体験をしている。宮中でのいじめはあったようだが、清少納言はめげずに働いた。まさに清少納言はどんな状況になろうとも夢を諦めずにキャリアアップを重ねたのである。清少納言の書いた枕草子は彼女の感性の鋭さが随所に散りばめられた珠玉の作品である。めったにないもの、姑に褒められる婿、姑に思われる嫁、憎いもの、急いでいる時に長居をする客人など、枕草子には現代にも通じる清少納言の鋭い美学が語られている。彼女の感性は生まれ持ったものもあると思うが、努力を継続したことで開花した。当時一条天皇に寵愛されていた定子の父親藤原道隆は外祖父として一手に権力を握っていた。しかし道隆の栄光の時代もその急死によってあっさりと過ぎ去ってしまう。道隆の死因は酒の飲み過ぎなどから来た飲み水病、糖尿病の悪化だと見られている。後に弟の道長もこの病で苦しめられているところから高級貴族たちは暴飲暴食など
不節制な生活を日々続けていたのであろう。道高の後、時系が関白となるが、わずか7日で道兼は疫病で死去する。道高の子惟親を追放した道長は、娘の彰子を中宮に押し上げる。一条天皇の寵愛を一身に受けていた中宮帝子だが、父と兄という後ろ盾を失い出家する。一度は一条天皇に読み戻された帝子だが、3人目の子供の出産時に逝去する。そのため清少納言は寂しく宮中を去っている。道長は娘彰子の教育係として、当時話題となっていた源氏物語を書いた紫式部を指名するのである。紫式部は974年天元2年頃、中級貴族藤原為時の次女として京都で生まれている。つまり紫式部は清少納言より8歳ほど年下だったことになる。為時は長年の間官職がなく、紫式部は貴族だが貧しい家庭で育っている。8歳の頃に母親を亡くした紫式部は、姉、弟、そして結婚して一子を設けていた夫信孝を立て続けに亡くしている。紫式部は肉親を失った悲しみを乗り越えるために源氏物語を書き始める。源氏物語が無常観に基づくなど哲学的だと言われるのも、紫式部の悲しい体験が影響しているのである。この源氏物語が宮中の女官たちの間で話題となる。やがて一条天皇も源氏物語の愛読者の一人となっている。摂政関白の地位を狙う藤原道長は娘彰子の家庭教師に紫式部を招いた。紫式部は中宮彰子の間近で源氏物語を執筆したため、一条天皇も彰子の部屋へ通うようになる。一条天皇と彰子の間には2人の王子、後の後一条天皇と後朱雀天皇が生まれる。これにより藤原道長の外祖父としての地位は絶対的なものとなった。紫式部が宮中に上がったのは清少納言が去ってからであったが、紫式部は清少納言にライバル心を燃やした。紫式部は日記に、清少納言の学識は一見深いようだが見せかけだなどと嫉妬とも取れる文章を残している。この紫式部の発言は後世の学者には、彼女も嫉妬深いただの女性だと不評のようだ。ただし一般の読者にとっては、天才紫式部も嫉妬する女性として身近に感じられる面があるのかもしれない。清少納言と紫式部は共に中流貴族だが、豊かではない幼年少女期を過ごしている。また2人はシングルマザーとして苦労しながらも子供を立派に育て上げている。さらに清少納言と紫式部は共に幼少期から文学に親しみ、数々の苦労をしながらも文学に対する興味を失わず研鑽を続けた。その結果2人は中宮の教育係という名誉ある地位を自らの手で掴んでいる。
源氏物語は現在30以上の言語に翻訳されて世界中の人々に読まれている。紫式部は源氏物語の中で華やかな宮中生活を描きながら、やがて摂関政治が衰退していくことを予言している。仏教の教えをもとに紫式部は鋭い人間観察を行っている。源氏物語が哲学的だと言われるゆえんである。現在日本では女性の就業率が 53% を超えている。1000年前に突出した2人の天才キャリアウーマン、清少納言と紫式部が表した枕草子と源氏物語。この世界的にも希少な2人の天才から学ばない手はない。この2人が残した作品から今後の日本女性の生き方や社会の在り方のヒントが得られることは間違いないだろう。